私の名前は夏美。夫の慎吾と2人で暮らす25歳の会社員。夫とは高校の同級生で、昔は全然仲良くなかった。高校を卒業してから連絡を取ることはなかったが、社会人になってから偶然再会。私の所属するテニスサークルの試合の応援に来ていた夫が突然声をかけてきたのがきっかけ。当時私には大学時代から付き合っていた彼氏がいた。彼氏の慎吾は優しくて温厚な人で、付き合ってから一度も喧嘩をしたことがなかった。一緒にいると落ち着ける存在で、将来結婚したいと本気で考えていたのだが、それなのに理由も言わず突然別れを告げられた。私は別れたくなかったので、悪いところがあるなら直すから別れないでほしいと何度も言った。それでも慎吾はごめんと言って意思を曲げようとせず、そのまま破局。昇進していた私を慰めてくれたのは今の夫だった。そして夫から猛アプローチを受けた私は、再会してからしばらくして付き合うように。控えめな私と違って明るくて気さくな夫には大勢の友達がいた。高校時代はクラスでも目立つ存在で、私とは何の接点もなかった。そのため私たちが結婚したことを知った高校時代の友人たちはみんな驚いていたようだ。正直私もどうして夫がアプローチしてきたのか今でも不思議でならない。高校時代は不良っぽいクラスメートと付き合っていたし、私には見向きもしなかった。結婚してからそのことを夫に聞いてもはぐらかされるだけで疑問は解決しないままだ。とはいえ結婚生活は順調だったので、そこまで悩む必要もないと思うように心がけた。結婚後夫は専業主婦に。それは結婚する前からの夫の強い希望だった。夫は家事や料理が得意なので、それもありだと思い快く OK。 ごく普通の会社員の私でも大学を卒業して真面目に働いていたので、そこそこの収入を得ていた。しかし結婚した途端夫は家事や料理をせず毎日ダラダラするようになる。それでも夫と一緒にいると楽しいので、結婚生活に特に不満は感じていなかった。ある時までは。結婚して1年が過ぎたある日、仕事で大きいミスをしてしまい落ち込んだまま帰宅。夫はどうしたのと心配そうな顔をした。そこで仕事でミスをしてしまったことを話すことに。ポジティブな夫なことだから元気づけてくれると思っていたのだが、夫の反応は意外なものだった。ミス？それって減給処分とかにならない？もしかしてクビになったりするんじゃ？うん、それも覚悟しないといけないかも。嘘だろ？クビになったらどうするつもりだよ。俺絶対働かないからな。結婚1年で無職とかありえない。どうして俺が苦労しなきゃいけないんだよ。夫の心ない言葉を聞いた私はショックだった。夫に苦労をかけるわけにはいかないと思い、次の日から信頼回復に努めることを決意。しかしちょうど会社の経営が伸び悩んでいたことも影響し、私はクビを宣告されてしまう。すると夫は役立たずなどと私を罵り、家に寄りつかなくなった。どこへ行っているのかと聞いても、いいから早く仕事探せよと言って私の質問には答えない。夫とほとんど会話をしないまま1ヶ月が過ぎた頃、ようやく再就職が決まったので、すぐさま夫に報告。ただいま、仕事が決まったよ。本当？どんな仕事？土木系の仕事。給料は前より低いけどボーナスもつくし、専業主婦のままで大丈夫。土木系？女なのにそんな仕事すんの？勘弁しろよ。妻が土木作業員なんて無理。どうして？だって汚いし貧乏くさいじゃん。夫が職種で人を差別するような人だと知り、人間性に不信感を抱くように。そんな私の心情も知らずに、転職してからというもの、ますます夫は家に帰ってこなくなった。もしかしたら浮気しているのかもしれないと思ったが、話す時間がなく問い詰めることができずにいた。そんなある日、高校時代の同窓会があるとの連絡が。
私はその日は仕事があって行けなかったが、夫は絶対に行くと言って張り切っている様子。同窓会当日の夕方、仕事が終わって家に帰ろうとしていると、夫から電話が。もしもし。あ、よかった。仕事終わった？終わったけど、今日は同窓会でしょ？そうなんだ。でもお金持ってくるの忘れてさ、今から届けてくれない？わかった。できるだけ急いできて。わかった。すぐ行く。私は夫に言われるがままにお金を持って会場に向かった。会場のホテルに到着して電話をすると、中に入ってきてほしいという。作業着のまま駆けつけたので、中に入るのは気が引けたが、どうしてもというので入っていくと、着飾った男女が大勢いて、一斉に私に視線を向ける。仕事帰りなので汚れた作業着だった私は、一刻も早くその場から立ち去りたかった。それなのに、同級生の一人が声をかけてきて、帰るにも帰れなくなってしまう。その同級生は、夫の元カノのかの子という女で、昔はギャルっぽくてモテていたのを思い出した。あれから何年も経過しているのに、彼女はモテそうな容姿のままで驚いた。久しぶりだな。名前なんだっけ？かな子がそう言うと、周りにいた同級生が笑った。夏美だけど。そうだった。っていうかよくそんな格好で来れたね。慎吾の言った通り、非常識だわ。慎吾の言った通り？結婚して1年で仕事を失って、土木作業員になって、収入ガタ落ちしたんでしょ？専業主婦希望で結婚した慎吾に、働くように圧力かけられてるって、さっき相談された。人としてありえないよね。最低な嫁ね。そんな、慎吾はお前のせいでストレス溜まってるのよ。今日ぐらい自由に遊べる金を渡しなさいよ。私が財布から金を渡そうとすると、慎吾が不満そうな顔をした。たった2万？足りないんだけど、最低でも5万は置いてって。今そんなに持ってないよ。じゃあクレジットカード置いてって。クレジット？それはさすがに無理だよ。私が頼みを断ると、慎吾は悲しい顔に。ひどいな。いつも専業主婦としてお前を支えてきたのに、せっかくの同窓会なんだから自由にさせてくれたっていいだろ。慎吾がそう言うと、周りにいた友人たちが私を睨みつける。そして口々に、慎吾かわいそうと言い、私はいたたまれなくなり、その場から走り去った。一体なぜこんな扱いを受けなきゃならないんだろう。私が何をしたっていうのだろう。そう考えながら車に戻ると、駐車券が見当たらないことに気づいた。仕方なくホテルに引き返し、フロントに事情を話し、駐車券を再発行してもらっていたその時、ガラス張りの喫煙所の中にいる慎吾の姿を発見。隣にはかな子の姿が。二人はぴったりと寄り添ってイチャイチャしている。見つからないように壁伝いに近寄って会話を聞いていると、衝撃の事実が発覚することに。慎吾の嫁マジウケる。まさか本当に作業着で来るとは思わなかった。だろ？しかもお金も多めに置いてったし、ラッキー。じゃあ今日のホテル代は慎吾が払って。しょうがないな。その代わり今夜は寝かせないから覚悟しろよ。さっさと同窓会切り上げてホテル行こう。そうしよう。その会話を聞いた瞬間、夫の浮気相手がかな子だということに気づく。怒りを抑えて車に戻った私は、二人を待ち伏せして後をつけることに。私に見られていることも知らずに、二人は手をつないでホテルに消えていった。それをしっかり撮影した私は、帰宅する車の中、離婚を決意したのだった。次の日、何食わぬ顔で朝帰りした夫に、撮影した画像を見せることに。これ、どういうこと？説明してよ。鳩をつけてたのか？最低だな。気持ち悪いんだけど。あなたとは離婚よ。私が必死で働いている間に浮気していたなんて見損なったわ。なんでだよ。お前みたいな冴えない女が俺みたいなイケメンと結婚できたんだぞ。一度や二度の浮気ぐらい目をつぶれよ。何よそれ。私のことそんな風に思ってたの？当たり前だろ。ずっと冴えないダサい女だと思ってた。
だったらなんで結婚したのよ。決まってるだろ。何でも言いなりになりそうだったからだよ。そんな理由で？そうだ。お前なら働かずに遊びほうけても文句言わなそうだったから結婚したんだ。ひどすぎる。もう離婚よ。早く出てって。そんなこと急に言われても困る。専業主婦でお金がないんだけど。出ていくならお前が出てけよ。仕事が決まるまでは俺の生活費よろしく。夫の言いなりになるのは悔しかったが、もう顔も見たくなかったので、私は荷物をまとめて家を出た。行く当てがなかったので、とりあえずホテルに一泊し、次の日は荷物を車に積んだまま会社に出勤。現場に向かう際に私の車の中を見て、社長が「この荷物は?」と聞いてきた。いろんなショックなことがあって塞ぎ込んでいたので、全てを打ち明ける気にはなれなかった。しかし少し事情を説明すると、それまでの我慢が爆発。気がつくと社長に興奮気味に全てを打ち明けていた私。社長は私があまりにも不憫だと言って、社長が祖父から譲り受けたマンションを貸してくれることに。住む場所を探すつもりだった私は社長のご好意に甘えさせてもらった。社長が貸してくれたマンションはとても広くて綺麗な部屋。そこで暮らすようになると、社長から話を聞いた奥さんが夕飯を持ってきてくれるようになる。久々に手料理を食べると涙が出るほど美味しかった。別居するようになってから半月ほど経ったある日、飲み会の席で社長が私の横に来て、真剣な顔で私を見る。悪いことは言わないから、旦那と離婚して生活費を援助するのはもうやめるんだ。お人よしにも程があるぞ。その言葉を聞いた瞬間、どこかで夫との話し合いが面倒くさくて逃げている自分がいることに気づく。本気で心配してくれる社長のためにも、早く夫との関係にけりをつけなければいけないと思った。夫に記入済みの離婚届を郵送すると、すぐに電話が。突然離婚なんて非常識だ。俺の生活はどうなるんだよ。もう決めたことだから早く提出して。信じられない。この人でなし。今どこにいる？一旦帰って話し合おう。話すことはない。いいから早く離婚届を出して。じゃなきゃ弁護士を立てて慰謝料請求する。私が慰謝料という言葉を口にすると、夫は途端にうろたえ始めた。慰謝料？そんなお金あるわけないだろ。だったら早く離婚届出した方が身のためね。何それ？脅し？最悪。なんとでも言って、とにかく早く離婚届出して、その家から出てって。わかったよ。それからほどなくして私たちの離婚は成立。夫は家から出ることに。社長に家に戻ると伝え、お礼を言うと、そのままマンションに住んでもいいと言ってくれた。社長の奥さんが私を気に入っているそうで、会社からも近いのでこのまま住むのもありだと思った。それに夫と暮らしたマンションにこのまま住み続ける気にはなれるはずもない。もう夫のことは思い出したくもなかったから、そこで私はやはり社長のマンションに引っ越すことに。引っ越し当日、社長の奥さんと息子さんが手伝いに来てくれた。息子さんとは初対面だったので、はじめましてと挨拶をすると、私の顔を見て驚いている様子。それに気づいて顔をよく見てみると、それはなんと元彼のコウタだった。コウタ？社長の息子さんってコウタだったの？夏美、名前が同じなのは気づいてたけど、まさか本人だったなんて。コウタの母親は私たちが恋人同士だったことを知って驚いている様子。引っ越しを無事に終えると、社長の提案で一緒に食事をすることに。社長の家で夕飯をごちそうになって帰ろうとすると、奥さんが上機嫌で見送ってくれた。夏美さんって本当に真面目で素敵よね。コウタとよりを戻したらいいのに。その言葉を聞いたコウタは顔を赤くして、ちょっと送ってくるからと言って家を出た。コウタと二人っきりになるのは別れてから初めてだったので、少し緊張してしまう。ごめんね、母さんが変なこと言って。いいよ、それより驚いたな。まさかこんな形で再会するなんて。
私はコウタに突然振られた時のことを思い出した。そして今なら別れの本当の理由が聞けるような気がして、意を決して聞いてみることに。さ、聞きたいことがあるんだけど。何？なんで突然別れようなんて言ったの？本当に知らないの？全然わからないよ。教えて。夏美さ、慎吾って人と浮気してたんだろ？浮気？してないよ。私は結婚を考えるほどコウタのことを本気で好きだった。それなのに浮気なんかするわけないでしょ。一体誰がそんなことを。嘘。だって慎吾本人から電話が来て、夏美と付き合ってるから別れてほしいって。慎吾が？うん。夏美はああ見えて気性が荒いから、電話が来たことは絶対に言わないでって言われて、だから別れる理由を言わなかったんだ。でももうこんなに時間が経ったし、いいよな。コウタの話を聞いた私は、全部慎吾の嘘だということを必死で訴えた。私の必死さが伝わり、コウタも信じてくれたようだ。誤解が解けたことで、私たちに別れる理由はなかったことに気づく。それから私はコウタを再び意識するようになり、それと同時に元夫への怒りが抑えられなくなった。そして私は元夫に慰謝料を請求することを決意。幸い浮気の証拠も残っていたし、相手が誰か分かっていたので簡単に慰謝料は請求できた。弁護士を立てて元夫と浮気相手に慰謝料を請求すると、案の定元夫からすぐに連絡が。カフェに呼び出されたので行ってみると、浮気相手のかのかも一緒だった。元夫は私の顔を見るなり激怒してきた。慰謝料ってなんだよ、ふざけんな！続けてかなこも私に激怒。高校時代冴えなかったくせに私に慰謝料請求するなんて生意気。なぜか強気な二人に現実を教えるために内容証明を見せることに。慰謝料を支払わないなら内容証明を実家や職場に送りつけるというと、二人はおとなしくなった。それから1週間も経たないうちに二人から慰謝料が振り込まれた。その後かな子は慰謝料が請求されたことで元夫を逆恨みして、二人は喧嘩別れしたらしい。かな子と別れた途端、元夫は私に復縁を迫ってきた。しかしその時すでに私はコウタと復縁していたので、きっぱり断って LINE をブロック。それから二度と元夫と関わることはなかった。噂によると元夫はなかなか仕事が決まらず、貯金も底をつき生活できなくなり、現在は怪しい夜の店で働いて生計を立てているのだとか。その噂が広まったことで高校時代の友達も離れていき、孤独な独身生活を送っているという。私はというと、コウタと復縁してから2年後に再婚することが決まった。社長もとても喜んでくれて、コウタの家族とも円満な関係を築いている。遠回りしてようやく結ばれた私たちは、もう二度と離れることはないだろう。元夫のせいで一度は別れたものの、今度こそコウタと幸せになりたいと心から思う私だった。